キズナアイです。今回は2人でサイコパス診断をやってみたいと思います。はい。でも、なんかそれ去年もやった気が。あなたは平和ボケ系サイコパスの資質を持っています。嘘絶対に嘘。私がサイコパスなわけないじゃないですか。そうやったの、やったんだけど、あれはねちょっとおかしいんだよ。だって私がサイコパスなわけなくって、まあそうだよね。そうしかもなんかねこうなんかあれだった。おかしいの。おかしいんです。おかしいんですよ。で私たち増えたじゃない。増えた。でそれぞれがこう個性を持ってるわけだから、サイコパスな部分が誰かに映ってると思うんだよ。ていうかサイコパスじゃないかもしれないし、私たちみんな。まあその可能性も全然あるよね。そう、だからねその真相を明らかにしたい。とにかくこの私がサイコパスじゃないということを証明したいわけですよ。そう。それじゃあ早速行ってみよう。エイミの彼は DV 男。付き合い始めは優しかったが、深い仲になった途端態度は表変。エイミに金銭を貢がせ、些細なことで暴力を振るうようになった。わかんでもこのまま行きましょう。結局彼女は耐えきれず別れたが、しばらくして男はエイミの親友の花子と付き合いだした。2人は付き合いだして日が浅いらしく、まだ深い仲ではないようだ。そこでエイミは花子を呼び出すと、その場で殺してしまった。なぜだろうか。これはなぜなのかを考えて答えるってことだよね。そうだね。あ、わかった。じゃあ先に聞きたい。私サイコパスなのかな。怖い。まだ2人は付き合い始めて日が浅いじゃん。ってことはその DV 男は優しいわけ。これから深い仲になっていくと、その金銭を貢がされたりとか暴力を振るうようになって、そういうこととっても苦しくなっちゃうから、そうなる前に殺してあげようみたいな。サイコパスじゃん。そういうこと？優しさから来るってことか。じゃない？わかんない。サイコパスそうじゃない？多分。なるほどね。ちょっと待って、これ違うよ。待って、これはさ、じゃあ私がこう思ったとかじゃなくて、私はね、なんか普通に考えて、その DV の典型的なパターンとして、やっぱりこう優しい時とそうじゃない時の差が激しいから、優しい時が本当の彼だからっていうのでみんなずるずる付き合っちゃうっていうのを聞いたことがあるので、なんかいざその親友の花子ちゃんと付き合ってたら、優しいところしか見えなくて、なんか羨ましくなっちゃって、私の方が好きなのにっていうことかなって思って。なるほど。やっぱ好きだったってことなのかなって思って。見たい答え。どうなんだろう。当たったらやだな。違うわ。私たちじゃあ一回サイコパス見たい。サイコパス見よう。お前サイコパスやないかい。ある町で通行人が顔や腕などを次々に切りつけられる通り魔事件が起きました。数週間後事件は解決しますが、犯人はなんとこの事件を担当していた刑事だったのです。しかも被害者に直接会って詳しく事件の聞き込みを行うほど熱心に捜査をしていたのです。この刑事はなぜ事件の捜査を熱心に進めるような真似をしたのでしょうか。通行人が私ね、わかるかも。そのサイコパス回答をこれサイコパス回答当てるゲーム？確かに多分この犯人の目的っていうところを考えたら、被害者に直接会うのが目的だったんじゃないかなって思うの。だから結果的に捜査を熱心に進めてるように周りが見えてただけで、本人はやっぱこういうことをしちゃうってことはサディストなわけじゃん。だから被害者の反応とかを見たくて、やーいサイコパス違うね。文脈から今推理、名探偵キズナアイになったの。じゃない？サイコパスくっそー、わかりやすく仕返ししてきやがったぜ。私は普通になんだろう、こう
だってまさかさ、うんこいつ犯人なのにネッシーにすると思わないじゃん、だからなんかカモフラージュかなって思った。なるほどね。とてもそんななんかサディスティックな感じとか違う被害者に直接で文脈からね。会いたいとか私サイコパスじゃないから思いつかなかった。もう一回回答見よう。一回回答見たらわかる。でも罪滅ぼし操のため作内容をごまかすためまあ近いかな。うんサイコパス回答はこいつこいつサイコパス。違うんですよ。サイコパスでーす。違う、私だったらじゃない。あくまでこのサイコパスでーす。サイコパスでーす。次あなたが殺さなければならない敵があなたの前で断崖にぶら下げられ、棒のようなものに捕まってようやく生きている敵を断崖に落とすときあなたはどうするか。どうするか。どうするか。じゃない。えい引っかかってる部分を捕まってる部分をえいってこと？でも私もいやこれ本当に何かひらめいたようです私が。サイコ回答分かった。言わない。これサイコ回答を言うやつではない。そうだよねそうだよね。だけどなんかあなたが殺さなければならないっていうところがミソかなって思って殺したいわけじゃなくてなんかこうタスクとして自分のものってなったら確実に仕留めなきゃいけないってなった時にバーンかな。あーなるほど。なんか落ちちゃったらそれで生き延びてるかもしれないじゃない、その確認のしようがないからもう私がそのスーパー暗殺者だったとしたら確実に目の前で息の根を止める。なるほどね。あー確かに。私初めは普通になんか「えい!」ってやるのかなってまあ私の回答これは私の回答もうほんと私のサイコパス回答はそのまま放置。もうそのじりじりとそう追い込まれるのみたいな。だってもう捕まっても限界があるじゃん。もうそれがダメになるまでずーっと見とく。でもそれあくまでサイコパスの回答を探偵絆になったらね。そういうこと。じゃあ一般的な回答をまず見ましょうか。足で踏む。まあそういう感じだね。まあ最後もまあまあでも私の回答も出てないよここに。ざわざわサイコパス回答をください。両違ったね。じゃあこれは違うわ。ノンサイコパス。でも指を一つずつ離すのちょっと思っちゃった。やば。ちょっと待って。違う。思っただけ。思うのがサイコパスだ。あなたはある家に泥棒に入りました。ところが運悪く家主が帰宅し、あなたの顔を見た家主は驚いて押し入れに隠れてしまいました。あなたは手にナイフを持っています。顔を見られたあなたは家主を殺さなければなりません。あなたは次にどのような行動をとりますか？殺さなければならない状況が多いね、やっぱりね。ナイフを持っています。ナイフを持って押し入れに入ってるんでしょ？あれじゃないの、もうシャイニング方式じゃないの？ガンガンガン。ナイフのさこうなんていうの長さにもよるよね。そういうとこ考えるのがちょっと素質あるんじゃない？そっか。まあ確かにナイフだからやっぱそんなに長くはないんじゃないかな。でも押し入れってさ結構奥行きありそうなイメージじゃない？よけれそうじゃない？そっか、こうやってへばりついてるかもしれない。そうか。どうなんだろう。でも押し入れって結構蹴破ったりとかさできそうな素材っていうか仕組み。なんかナイフわざわざ使わなくてもどうするの？さっきと一緒だけどやっぱり大声出されたりとか人を呼ばれたり通報されたら困っちゃうでしょ犯人さんは。だから犯人はだからなんか声を出させないように私は普通にシャイニング方式でいく。もうグザグザね。こうやって追い詰めてって言ったらなんかなんだろうな、殺さないといけないんだもんね。殺すんじゃなかったら顔見られたんだったら怖いなんて言おうとしたの今？何？顔見られたんだったらよいしょって自分の顔に
サイコパスだからそれぐらいしそうじゃない？あ、もうダメじゃあ私はやらないって私も画面からアウトしちゃう。違うの私はやんないけどサイコパスってわかんないからそういうことしそうだなみたいな。じゃあ私としての回答のファイナルアンサーは？火を放つじゃあ火を放って放ってだからさらにさこう押し入れってさ多分ふすまなんか紙でできてるじゃない？できてるよね。そこにライターでこうボッてつけて出てくるのまだかなーって待って出てきたらえいってして帰るます。はい一般的な回答ドン。開けて私さしこる開けてるからまあでもこれ開けてる作業だから。開けてる作業。これ来たよ来てない。サイコパス回答。でもいぶし出してたよ。怖いこいつサイコパスよー。みんな逃げて。見てるこっち見てる。隣に私がいるそれではキスの愛でした。またねー。